ポインターとかでちゃんとポイントして出してくれた方が初心者には向いてるかもしれない。あ、じゃあ全然飛ばない山でこれは本当にピンチだったんだけど、足が短いじゃないですか。はい、皆さんこんにちは。かりチャンネルのむすみです。今日はじゃじゃん、富士山のふもとに来てます。そして見てこの子、なんとこの子猟犬です。今日はですね YouTube チャンネルのブレッドガンドッグさんのブレッドちゃんに会いに来ました。すごいこれが今日は、私も鳥類にすごく興味を持っているので、ブレッドちゃんのお話を聞いたりだとか、その鳥類についてガンドッグさんにお話を伺っていきたいと思います。それではどうぞ。どうしよう。鳥類今どれぐらいですか、初めて。多分ね26年かな。すごーい、すごいね。すごいね、26年。もうだいぶやってますね。何をメインで取られてるんですか。ジコジュ系がメインなんだけど、あとヤマシニっていうね、くちばしの長いやつ、そうそれを狙ってて、であと山鳥をね、年に1回か2回、はいはい、ちょっとなんかこう自分の実力を試すために山鳥を取りに行くって感じかな。ブレッドちゃんと。そう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 。あー、お前取れるのかそうそうそう。ブレッドちゃんの活躍どうですか。パニエル系のね、ポインターとかセーターとか、ブリタニーとは違ってポイントしないからっていうのから雄大さには欠けるんだけど、自分のこう足元をこうぐるぐる回ってて、で匂いを取ったら、しつこく最後まで追いかけてくれる、追いかける感じかな。だから鳥は意外と近くから出るもんで、そう射撃自体はそんなに難しくはないんだけど、走りながらこう出されちゃうと射撃がちょっと難しくなるかな。足場とかが固定できてない状態で撃たなきゃいけないもんで。なるほど、でも安全面とか考えるとポインターとかでちゃんとポイントして出してくれた方が初心者には向いてるかもしれないですね。あ、じゃあおすすめはポインター、ポインター、セター、あとはブリタニースパニエル、ブルトンですよね。はい。結構猟犬として訓練するのって大変そうに思うんですけど、どうですかその辺は。訓練はね、実を言うとこう家のそばの草むらで投げて遊んでたようなおもちゃで訓練してたんですよ、最初は。それを今度山鳥の皮に変えて乾燥させた皮ですけども、それをこう追いかけて探させるようにして、最終的にはこう軽い羽の部分を紐につけてこうちょんちょん飛ばしながら動いて逃げるものだよっていうのを教えさせてあげると、もう勝手に出来上がっちゃう。ブレッドちゃん子供の頃から訓練してたわけではなく、買ってきた時点でもうほぼ成犬に近いっていうか、そうペットショップの売れ残りだったもんで、そうもう7ヶ月ぐらい経ってたのかな。でもほとんど成犬と同じ大きさだったんだけど、来てすぐにもう勝手にこう散歩中に相当訓練を始めて、家族にはねやるなんて言うと怒られかねないので内緒で訓練をしてましたけどね。夜とかね、頑張ったね。頑張ったね。9年じゃあ9年前とかそんな話だ。そうなんですよ。はい。今じゃもう本当にこう匂いをちゃんと覚えてるから、もう本当に獲物となる匂いしか追わないんで、なんだろう。小鳥とかに絶対行かないから、その他のポインティングドッグってどうしてもね動くものに反応しちゃったりとか、そのサイトポイントって言ってね見たもので反応しちゃったりとか、そういうことがあるんだけど、それが全くないから、逆にブレッドはすごいいい声だった。いい声。いい声だね。ね、そうブレッドが反応すれば本当に獲物がいるから、意外と分かりやすい犬ですね。なるほど。はい。飛ばれてない限りは最後まで追いかけるって感じ。はいはいはい。なんかさ、うちらがさ鳥類をやる場合って近くの池とかを回って、朝回ってこうカモを撃ったりするっていうのが多分メインになると思うんですけど、やっぱそういうのとは全然違う。そうだいぶ違う量になるんですけど、僕も犬がいない時は
その選択だけでした。うんだからカモ漁はもうやったことあれば分かると思うんだけど、カモに気づかれずにどこまで近づけるかが勝負だから、本当そーっと行ってそーっと行ってなんだけど、もう犬がいる時は、ポインターなんかだったらここでこう離せばポインターがこうバーって走ってっているところでピタッて止まって待っててくれるんで、ゆっくりそこに歩いてって銃を構えて準備して、そこからよしのコールで犬が飛び込んで出してくれるんで、で撃って犬が回収してくれて持ってきてくれればすごく気持ちよく終わるんですすけど、ごく気持ちよく笑える。持ってきてくブレッドにつれればいてはちょっと怪しいそう加えるとこまで行くけど僕の顔見て逃げるから。そうだよ、写真でよく上がってるじゃん。撮ったどうみたいな君。そうあなた逃げるのか。あれ撮るの大変そう裏側だ。あれ撮るのに山の中で僕叫んでますからそう待て待てどっか行っちゃうんだ。そうなんでだろう。撮られたくないのかな。もうあれ写真撮り終わった瞬間に加えて逃げようとするからかわいいかな。わいい。撮っちゃうけどレッドちゃんねが撮ったんだもんね。君のものだよね。この後あげるんですか、ご飯として。犬にはあげない。あげないんですねもう結構ね欲しいって頼まれてるところが多いんで、もう早く冷たく冷蔵してできるだけこう内臓とかも素人が触るとやっぱり汚しちゃうんで、早く冷たく冷蔵して送るっていう作業に入りますね。だから漁の途中でも冷蔵便の対応してる宅急便屋さんに行って送ってっていうのをやってますね。はい。なんだ、取ったのにもらえないんだお前。撮られちゃうんだね。それが嫌なんだね。きっとそうだと思う。代わりにジャーキーもらうのかな。ジャッキー好きだね。すごい撫でるために毛が飛んでる。そうもうね。寒毛期ですかこれ集めればもう1頭分ぐらいできる。あ、そうなの。そのもう一頭じゃ私持って帰りたい。臭いよ。ものすごい臭い。臭いの好きだもんね。臭いの大好き。あ、くっちゃーって言いながら耳の匂い嗅いでる。そうね。わかる。くっちゃいなー、どこかなーって言いながら。どのタイミングでお風呂入れるか悩むよね。もうちょっと臭くしとこうかな。そう、かぐわしいの大好きだから。カリチャンネル。おーい。もうパパの方しか見てないんだけど。やっほそっち歩けばなれます。ー。かわいい。かわいい。来た。女の子だな。おそう。あれ、男の子ですか。おっさんでもすごい。めちゃくちゃおっさん。何キロぐらいですか。多分8キロ超えだと思う。あれ、そんなにある。あるの。そんなにあるようには見えないね、君そうね。車に持ち上げるのは結構重くて。すごいいい景色。でしょ？ここすごくおすすめなんですよ。すごいですね。なのでね、撮影するならここがいいんじゃないと思ってて。お散歩。今茨城とかではもう今日の夜夕方ぐらいから大雨で雷警報みたいなの出てて。そうなの？そうなんですよ。あ、すごい。すごい綺麗この。全然飛ばない。たまにさこうやって投げようとするとさ肩痛くなるの。ちょうだい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 。カリチャンネル。今までの長い経験でこれがピンチだったみたいなのありますか？ピンチね、ブレッドでピンチだったのはちょうど3年前かな。一度こうブレッドいつもね鹿とイノシシをね追う時があるんだけど、鳥と追い方が違うもんで見てわかるんですよ。でその時はもう絶対鹿だなと思って、ブレッド鳥の時は尻尾が横なんだけど、鹿だとこう縦振りになって、イノシシもそうなんだけど、興奮してるのかな？多分興奮度の違いだと思うんだけど、なもんで球をスラッグに変えて振り玉から案の定こう鹿が出たもんで、でも距離があったから当たんないかなと思ったんだけど、ちょうどバックストップが綺麗に入ってたもんで、鹿や大きい方のオス鹿に向けて2発撃ってで撃ったんだけどそのまま崖を登ってっちゃったんですよ。ダメだったのかと思ったら途中でこう止まってその後ゴロ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 と落っこちてきて、でまだ生きてるところにブレッドがもう
めちゃめちゃ神に行っちゃったもんで危なかったんですけど、そんな風に見えないね、おっとりさん。まあでも一応その時は無事で、ただその後ああいう大きいもの追ってもいいもんだと思っちゃったもんで、ああ、なるほど。そう次の週に行った時は今度イノシシ、山の中でいつも山鳥がついてる荒れたこう昔の茶畑の跡があって、はいはい。そこをやろうと思ったらすごい早くに反応してたもんで、ちょっと一緒に行った人もいてどうしようかなと思ったんですけど、もう絶対何かいるから、とにかくその林を囲っちゃおうって言って荒れた茶バラの周りを2人で囲ったら犬がこう突っ込めないんですよ。その周りをワンワン鳴きながら回っちゃって、うわもうこれ絶対イノシシだと思ったんだけど、でもしょうがないなと思って呼んでももう興奮しちゃって帰ってこないし、そしたらもう中でイノシシに追いかけられて、僕の目の前まで逃げてきて、そしたらイノシシが後ろからすごい勢いでバーって出てきて、でも僕を見てまた逃げたもんでよかったんですけど、でまた逃げたもんで追いかけてっちゃって、で最後その一緒に行った人の真横からイノシシが2頭メスのイノシシと多分子供だったと思うんですけど逃げてって、で2人ともその時は弾変えてなくて鳥の弾だったので、あーそうピンチそう撃たずにそのまま見送っていいよやめようって言って、ね、やっぱりイノシシもさ鳥の弾なんかで撃たれたら痛いだけだもんね、かわいそうだもんね。修羅場をこんなおっとりしてるのにさ、あとねブレットがまだね本当にね2歳ぐらいの時に山でこれは本当にピンチだったんだけど足が短いじゃないですか、横に回転すると止まんないんですよ。コロコロ転がっちゃうんだ。崖の上でコロコロコロって横に回転しちゃって、横に回転でローリングってそうローリングそうあ止まらないと思って見てたらもうこっちももう追いつけないから、そしたらもう崖落ちちゃうと思ったところでちょうどね富士鶴に絡まったんですよね。で止まってでそこからこう戻ってよかったそうねあとは本人はなんかすごい喜んで尻尾振りながら帰ってきたけどもう死んだと思いましたね。危なかった、それは危なかったあとは園庭から落ちかけたこともあったけど前足だけかかっててなんとか落ちる前に拾えた。あとは僕が迷子になりそうになった時にはブレッドを頼りにしてブレッドなりでたまにね僕もね分かんなくなる時あるんですよ。山わかんなくなりますよね。そうあんまり深く入るとどっから来たっけって感じ。車までわかるんですか？ショートカットして勝手に帰る時あるんですよ。置いてっちゃう。でもね置いてかれることはないんだけどついていくといやもうここから帰るのめんどくさいなと思ってると目の前に車が出てくるっていう、どうやって帰ったんだろう。どうやって匂いかな。冬でいっぱいじゃん。もしかするとその車の匂いが風に漂ってるのかもしれないし。すごい優秀じゃん。寮の中で大怪我ってしたことありますか？